ベスティー花だよ。もうこれやばい。でっかい木がね、私の今横にあるんですけど、今の時刻を発表いたします。今は15時です。今日は朝ごはんっていうものを食べてなくて、なんかコーヒーとか飲んでたんだけど、ご飯を作りました。一つ目、作ったって言えないんですけどね。これは見えないコーンスープ。これは袋から出してお湯に入れただけで、これリンゴ、これはカットしましたよ。でも私はリンゴをね、包丁で剥けないのでピーラーでやった。可愛いでしょ。包丁でリンゴをさ、早剥き選手権とか学童の時やってて、マジですごすぎと思って、私はもう一向にできない。手怪我しては死ぬからちょっと無理で、これとあとこれ見て、マフィンが食べたくって家にあったのでベーコンと卵を焼いて、全然朝でもないんだけどマフィンはいつでも食べたいということで食べます。いただきます。味あんのかなこれ。味見もしてないし。待って、すごいいい感じの黄身。やばい。今さ、本当に3年前ぐらいから行ってない脱毛サロンから LINE 来てる。うますぎてどうしよう。天才かもしれない私。やばい、待って、垂れてる。みんなさ、脱毛どんな感じなんだろう。すごい気になるんだけど。冬だしさ、もう行く気もないっていうか、行く必要もないっていうか、脱毛ってめっちゃ高くない？絶対都度払いがいいと思う。一回行って一回払うやつ。私のお家がすっごい夜ご飯早くて、家族と一緒に住んでるんだけどね。だからたまになんかこの家一人暮らしですかって言われることあるんだけど、もう一人暮らしでこんなね、木とか置くわけないっていうかありがたい、マジで。この家緑が割とあって。ご飯がね、本当にもう6時とか、なんなら5時半みたいな。やばいくらい早いのね。で、いつもなんかテレビもバラエティとか面白いのもやってないから、いつもニュース。てかテレビをそもそも見ないけど私は。本当にずっとパソコン。もうマジ24時間パソコン。こういう感じだ。パソコンで編集とかするし、メールも返信するし、動画とか YouTube とか映画とか見るときもテレビじゃなくてパソコンで見てるのいつも。だから本当にパソコンしか見てないって感じなんだけど、テレビは本当見なくなった。やばい、本当に。みんなテレビ見る？私の友達はね、すごいテレビ見る子で、ドラマとか毎日見てるみたいな感じで、私本当TVer とかも別に見ないし、ドラマとかは一気に見たいタイプなの。一週間に1回っていうのが、ごめん、今フォークが近くになくて手で行かせてもらいます。近くになくて、待って、何の話？それとドラマとか一気に見たいから1週間に1回とか本当にもう待てないって感じ。なんかネットフリックスでもさ、見始めたら2話配信だったみたい。2話ずつ配信で、韓国のドラマとかでよくあるじゃん。もうあれほんと騙されたって思うの毎回。うわみたいな。だからいつも一気見したいから、もう当日に見るとかはしてない。だからいつも感想が遅れてる。日曜日にね、イッテ Q でね、手越さんがカムバックしたんですよ。小中とかは本当にずっとテレビ見て、ドラマも全部見て、てかもうその頃の時代のドラマが面白すぎて、5時9時とか私大好きだったの。5時9時てか月9がめっちゃ好きだった。5時9時とか、あとアンさんと長谷川さんのドラマ、その声始めていいですかみたいなやつとか、あとマザーゲームもめっちゃ好きだったし、そんな感じですごい見てたのね。でも今見てないんだけど、本当に地上波のテレビとかも全然見なくなっちゃって。ネットフリックスとか強いじゃん今。なんだけど、イッテ Q でね、手越さんがカムバックするってことで、もう SNS も大騒ぎだったじゃん。私の友達も一緒に、やばい手越日テレ行きます
すっごいファンでもないのに手越しに行ってきますみたいな。リアタイしました。久しぶりに。テレビすごい久しぶりに見たけど面白かった。みんな見たでしょ。絶対見てたもん。みんな見てたもん。イッテ Q の後に音のソノリティみたいな番組やるじゃん。あれも見たの、流れで。懐かしい。泣きそうには泣いてはないんですけど、なんかエモくなった。懐かしいとか言って、なんか近いんだけど、でも私的には本当に平成の JK とかに憧れてたし、ガラケーで JK 時代過ごしたかったし、スマホを持つことでいいこともあるけど、やっぱなんか直接話したりとか、私本も絶対にデジタルより本当の熱い本が大好きでっていうので、そのアナログ的な世界線をもうちょっと味わってたかったなと思った。私も絵描くときデジタルで描いてるけど、でもやっぱ紙で描くとやっぱ紙とデジタル全然違うなって、感覚違うなって思うし、アナログが消え去らないでほしいなって思います。私この前 YouTube で、AI が作る歌みたいな、もうそれもその時点で結構やばいんだけど、なんか80年代のシティポップをもう毎日投稿してる YouTube があって、それ聞いたの。普通に歌詞もいい感じだし、メロディーもいい感じで、声はちょっと AI なんだけど、なんかボカロみたいな声してるんだけど、それは全部生成 AI で毎日ぐらい投稿してるの。しかも6曲とか7曲とか。と思って。私の職業は AI に取られない職業だと思ってきてたんだけど、まあこの YouTube とかは取られないと思うけど、でもいるよね、なんかバーチャル YouTuber みたいな。でもそれとこれは結構違うから、まあ取られないと思うけど、でもさ、息継ぎとかなかったの、歌に。もう怖くて、これ人じゃないんだと思ったらすごい鳥肌立った。びっくり。もうあんな永遠に作れちゃうじゃんね。だから歌とか絵とかそういう芸術的なお仕事って AI に取られない仕事だと思って生きてたんだけど、でもああいうの見てたら取られちゃうんじゃんみたいな思ってびっくりした。アートはなくならないでほしいなって強く思った。本当にこの前衝撃的だったのが、電車に乗ってた時に隣にメガネの小学生より前、幼稚園生か小学 1,2 年生の男の子がいて、その子が隣に座ったの。そしたらもう秒速でスマホを持ってイヤホンをしてでずっと YouTube のリール見てんの。もう本当に衝撃的で、もうこの発言をしてる時点で私って結構年重ねたのかしらとか思って、今回ちっちゃい MP3 プレイヤーみたいなとか、ソニーのなんだっけあれ、曲聴くやつ、そういうのを常に持ち歩いて、で YouTube で好きな曲調べて、それを MP3 に変換してダウンロードして持ち歩くっていう、そういうステータスがあって、でスマホとかに私キッズ携帯だったから、それをずっと思ってたんだけど、もうその子は普通にスマホ取り出してて、まあでももう今ってそういう時代だよね。もうちっちゃい頃からスマホ見る時代だと思うんだけど、それで一旦衝撃を受けて、ゲーム配信のリールをずっと見てて、これは憧れるわみたいな思った。本当に。しかもリールだからさ、うちらの時代は YouTube だったけど、リールってもうほんと3秒2秒とかじゃん。でもいらないやつどんどん飛ばしてて、そういう時代だみたいな。うまい。昨日図書館に行った。そういえば図書館行ってテティスの激励めっちゃ面白かったよ。あれ2日で読んだの。めちゃくちゃ面白くて本当におすすめする。いろんな仕事をしている女性の方の美の追求についての本で、整形とかそういうのもあるんだけど、やっぱりああいうトピックはディープだけど、私はすごい気になるトピックで、やっぱそういうなんか現代社会おすすめです。あれ本当にホラー、最終的にホラーになっていくの。美の追求しすぎると本当にホラー。綿谷りささんのインストールと
嫌いなら呼ぶなよっていう本。もう嫌いなら呼ぶなよってタイトルがもうなんかやばそうじゃん。だしドットですごい可愛くって、この本書いた時高3らしい。高校3年生とかで書いたのすげえ。この2つ面白そうだからまた読んだら教えるね。最近さ、私の YouTube とかインスタとか TikTok とか X とか全部じゃんって感じだけど、 SNS の見てくださってる方が結構こういう感じで増加傾向にあるんですけど、どこから見てくれたんだろう。めちゃくちゃ気になる。もう少ししたら質問コーナーとかやろうかなって思ってるんだけど、どこで知ってくれたの？めっちゃ気になる。本当に教えてほしい。DM でもコメント欄でもいいから。前から見てくれてる子ならわかると思うんだけど、私本を出したくって、初めに活動したのがイラストだったのね。イラストの活動を始めたからこうやって YouTube で話すようになったんだけど、このアカウントです。よかったら来てね。このアカウントで絵を描いてるんですけど、今日前も描いてて、今描いてるやつ見せたい。こんな感じ。下書きだけどね。秋にしたいヘアスタイル。秋にしたいヘアスタイルなんてもういっぱいあるけど、こういう感じで絵を描いてるんだけど、その時から自分の本を出したいとずっと思ってたので、やっぱさ、本屋に並んでるってすごいいいなって思うのと、本だと自分の文章も伝えられるし、絵も伝えられるし、なんか自分の伝えたい表現としてすごく合ってるなって思ってるのと、普通にかっこいいじゃん。自分の著書があるって。私も先生になりたいしっていうのと、あとアナログとして自分の作品を世に残したいっていうものがあります。YouTube だとやっぱ動画じゃん？ SNS だし、いつ消えてもおかしくない。 YouTube の創設者とかが YouTube 今日でやめますとか言われたらもう終わりじゃん。 SNS に依存して投稿してるから、だからその SNS がなくなったら私って結構終わりなんだけど、でもこういう本を出すことによってアナログだから、私の本人のファンじゃなくても私の伝えたいことが届く可能性もあるし、もうそれめっちゃ素敵じゃん。だから本当に本出してる人って本当に全員私すごいなっていうか素敵だなって尊敬して見てるんだけど、なんか私も早く本出したいと思ってて、で YouTube 始める前に結構売り込みとかやってたんだけど、でもなんかあんまうまくいかなくて、あとちょっといかないみたいな感じで結構苦戦してて、しかもなんかそんなやる気もなくって自分の活動始めたからそっちにフォーカス当ててたの。だけどもうそろそろ私19歳でもうすぐ20歳にもなっちゃうし、急がないとやばいみたいな、もうそろそろやばいよなっていうことになってきて、最近またやろうかなっていうかやり始めてるっていうか、そういう感じ。そう、私の目標は結構変わらず本を出したいっていうのがある。もうなんかさ、いろんな人に会うとさ、いろんな意見をさ聞くから、結構自分の考えがブレたりしてて、今一番したいこと何かなって考えた時にやっぱり本を出したいっていうのが1位にあったから、とりあえずそれに向けての活動をガッと。新しい人に会うとめっちゃ話しすぎちゃうの。これマジあるあるっていうか、本当に全員共感してくれなきゃ困るって感じなんだけど、人見知りだし緊張しちゃうから結構ベラベラ話しちゃうの、自分の話を。でもその時は盛り上がったとしても、もう家に帰ると本当に疲れて、うわ、なんかめっちゃ話しすぎたなみたいな、もう何話したかも覚えてないし、自分ですごい情報開示をしすぎたかなって後悔することが非常に多い。本当は話しすぎてないかもしれないんだけど、自分的にうわって後悔することがすごい多い。これみんなどう？あんまり興奮しないように抑え気味でやろうかなって思ってる。興奮しすぎていいことってマジで本当にテイラーのライブぐらい、もうライブは全然興奮した方がいいんだけど、それ以外仕事とか人付き合いとかそれ以外で興奮しすぎると本当になんか勝手に落ち込んじゃったりするし、興奮するのは本当ほどほどにした方がいい。最後の一口。おしゃれな Vlog とかでさ、アサイーボール作ったりとかスムージーとかおしゃれだなと思うけど、普通にお腹いっぱいにならないし、もう楽がいい。なんかちょっと小麦取るの良くないのかもしれない。もうパン大好き。私食パン大好き。マジ食パン美味しい。食パンにサラミを切って置いて、トマト切って置いて、チーズ乗っけて、ちょっとマヨネーズを乗せる
パンがマジで大好きで、今回は一応リンゴも用意して、なんかちょっと意識高い系風で。てかさ、これ知ってる人本当に少ないと思うんだけど、数年前に渋谷に韓国料理の食べ放題があったの。名前忘れたんだけど、1000円でトッポギとかサムギョプサルとかチャプチェとかチヂミとか、ある程度の韓国料理が全て食べれて、ほんと個人の経営してる食べ放題の韓国料理屋さんがね、一昔というか2、3年前まであったの。高校の時とか2ヶ月に1回ぐらい行ってたの。で、高校のことをそこで鉢合わせたこともあるの。全然高校渋谷でもないのにみたいな、さっき一緒に授業受けてたよねみたいな、好きなのみたいな。 K-POP 好きな子とかもよく行ってた場所があったんだけど、いつの間にか消えたの。で、あそこの店さやってたりする？今友達3人で韓国料理を食べに行った時に、センター街の中心の店に行ったの。私普段なら絶対選ばないの。この日はなぜか選んじゃってそこに入ったの。そしたらなんか居酒屋と韓国料理どっちもあるみたいな、なんか鍋もあるしサムギョプサルもあるしみたいな変な店で、ここで飲んだウーロン茶が世界一まずかった。本当になんかウーロン茶でまずいことってないじゃん、普通に考えて。だってウーロン茶だよ。なんかうがい薬みたいな味がしてマジでまずかった。渋谷のセンター街の韓国料理は本当に、この前久々に前やってたインスタのアカウントのアーカイブを見たのね。なんかさ、5年前のインスタとかさ、本当に今考えたらさおかしいみたいなやつばっかりあるよね。こういうストーリー、こんなストーリー上げてて本当怖いんだけど。2018年のチャーリー XCX さんですね、これ。だってみんな通る道じゃん。中学生でイケてるストーリー上げてたら怖いもん。マフィン食べ終わったので、ちょっとそろそろ作業の方に移ろうかなって思う。この動画を初めて見る子は本当にどこで見つけてくれたのって感じでめっちゃありがとう。下も TikTok も X も結構動かしてるから、よかったらそっちも遊び来てねって思っております。これマイク。作業に戻るので失礼します。ありがとう、見てくれて。何時に見てるか分かんない。朝に見てる人もいるかもしんない。夜寝る前の方もいるよね。お昼食べながら一緒に見てくれてる子もいるかもしんないけど、みんなそれぞれの生き方で心地よく生きてください。私はもうそれだけを願ってます。ありがとう、見てくれて。ご飯食べてね。定食ですか？箸。はい。ハートかわいい。ずっとパッタイ食べたすぎて。ほんと。